パスの実現に向けて住まいを提供するだけではなく地域の課題を解決し活性化を目指して不動産事業などに取り組んでいます。秋場所9月場所14日目、豊昇龍場所入りの様子です。逆転優勝へもう今日明日と勝つしかありません。結びで若隆景戦です。1敗の横綱大野里、今日は対戦相手琴櫻休場で日翔志が勝っています。2度目幕内では初対戦と有料力士、こちら湘南の海は大きな体、194センチ181キロ、対する日翔志は181センチ157キロです。みんな大きいですね。大きいですね。さあ時間になりました。画面左の日翔志は右四つ得意、押し相撲もできます。対する湘南の海は左四つが得意、いわゆる四つの得意な形が違う喧嘩四つです。差し手争いもあります。お互い固めて立っていきました。まずは押し込んでいこうと日翔志、体当たりです。大きな湘南の海に対して正面からいく、一瞬はたきました。突っ張っていく湘南の海、右を差し込んで前に出ていく。軍配は湘南の海です。最後日翔志が土俵際はたいたんですが湘南の海が押し切りました。物言いは出ていきましたけど、これはお互い差し手を嫌って固めて立っていったような立ち合いになりました。でその後体当たりですよね。2人ともなんか様子見てるという感じですけど、日翔志としてももう少し刺していった方が良かったのかなって思いますよね。日翔志としてみても当たってね、当たりやすいんでね、的が大きいので、そういう点では刺されない。力士が幕内に142年間ずっと在位しているということで、いやすごいですよ。私の父も青森県弘前だったんでね、そういう点では頑張れっていう気持ちがありますしね、錦富士も感じてるのかな。そうですね。質問されるからですね、記者さんにね。十両3枚目で2桁勝っていますから、おそらくね来場所幕内復帰だと思うんですが、もう一番勝たなきゃいけないですね。今日明日時間です。正面から来た朝氷、少し引きました。押して前に出ていく、一気に押し出しました。錦富士の勝ち。錦富士勝って11勝目。一番やられたら嫌なことですね。じゃあアクションいきましょうかね。アクション解説お願いいたします。せっかくなんでね、錦富士頑張って。深津さんにお付き合いいただいて臨場感のある映像でお楽しみいただいております。いい突っ張りですよね。体調もいいんじゃないですか。足元見てね、土俵出ないようにして。やはりね、小兵はね、しつこいが土俵に上がって戦うっていうのは怪我だけではないですよね。見えないいろいろなことがあるって、これ一般の皆様と一緒で、でもここの土俵に上がるとね、集中できるんですよ。孤独になれて戦えるんですよね。さあ軍配返りました。過去の対戦翔猿の8対4、翔猿なんと対御嶽海7連勝中。今日得意な相手に勝ち越しを決めることができるか。ちょっと呼吸が合いません。御嶽海が嫌いました。先に翔猿は拳を下ろしていきます。勝つしかありません。対翔猿戦3年ぶりの白星なるか。右を差しました翔猿です。胸があってどうか。左抱え込んだ御嶽海、向こう側どうでしょうか。上手引いたか。煽りながら前で翔猿もろ差しだ。捉える御嶽海、もう一度翔猿が前に出ます。寄り切りました。翔猿の勝ち。ちょっと立ち合い両者ね、立ちにくかったかな。何か翔猿言われてましたね。何言われてたんだろうね、行司さんにね。言われてましたか。何か注意されてました。負け越しが決まっています。リプレイです。もうこれでもろ差しですからね、もうね、翔猿としては十分でしょう。あとはね、肩使ってどんどんがぶり寄りですよね。ここも御嶽海我慢したんですけどもね。これだと残れないしね。で花田さん、先ほど取り組み前ですね、土俵に上がると孤独になれるっていうふうにおっしゃったんですが、孤独に、普通孤独っていうのはちょっと寂しいとか、そういう意味合いで一般の我々は使うんですけども。そうですね。私の現役時代は本当に周りがいろいろ見られていた、取り組みもできないですしね。力士はこの厳しい勝負の世界、土俵の上で15日間本場所土俵を務めます。今日は狼雅の方が緊張してるんじゃない？そうですか。錦木の成績分かってると思う、なるほど。
そういう力士に負けられないって気持ちもあると思うんで。さあ喧嘩四つの両者です。右、左の前回し早かったローガ、さらに下手を深くしましたローガです。抱えて決めようという錦木、強烈な小手投げもあります。前田錦木引き落とし、錦木勝ちました。じゃあすみません、タッチペンいきましょうか。タッチペン解説お願いいたします。はい、ストップしてください。ここね、これ上手取れたのはいいんですよ。はい。ね、上手取れたんですけどすぐ引きつけてないですよね。はい、スタートしてください。はい、ここでストップです。これ内側に曲がってますよね、ローガのね肘が、はい、これだと錦木の乗ってきましたよね。そうですね。で連続出場記録もあったんですよね。そうなんです。それで先場所全休してすべて休んで止まったということで、今日体張ってません？もうね、勝ってからね。そういうものなんですね。白星が一番いい薬です。なんか CM で聞いたみたいな。ちょっと遺産系のね、遺産系のさあ時間になりました。押し相撲の大栄翔、獅司はまわしを引きたいところ。初対戦、初顔合わせの一番です。少し動いて立っていったか獅司、突っ張っていく大栄翔、下からはず押し、右のはず、回しなかなか引けない、右から押しつける獅司、張り手も交える大栄翔、頭低くついていきます。お互い様子を見る、張り手を交える獅司、下から起こそうと大栄翔、ちょっとバランスを崩しました。左からの同じ残した獅司、叩き込み突き落とし、獅司の勝ち。攻防のある激しい相撲になりました。最後は右から獅司が突き落としました。両者よく見てましたけど、最後はね獅司がよく重たいし手足長いですよね。この独特なね獅司のね、はい、この回しの取り方ね、はい、回しも狙ってたんでしょうね。右から攻めいなして、大栄翔は左手でねどうにか前に出ていくんですけど、ちょっと離れたかな。離れても焦らずね、大栄翔も良かったですよね。ここで飛びましたね。でここもいなし合って、これね、この間合いがどっちこう、はい、もう出してる方も緊張してますよ。そうですね。で応援している力士、終わったらやっと何か食べれるかな。緊張してますね、推しの力士が出るとね。さあ軍配返りました。ちなみに過去の対戦、美ノ海の9対1。前三つ引きました美ノ海です。一気に前にやるかどうだ。軍配は美ノ海。物につきましたね。物につきましたね。軍配もらったのは美ノ海。美ノ海、花田さん、得意の左前回し、終盤ですからね。本当に。ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は美ノ海を有利と見て挙げましたが、美ノ海の足が先に出ているのではないかと物言いがつき、協議した結果、美ノ海の親指が先に出ていました。行司軍配差し違いで佐田の海の勝ちといたします。出てましたよね。相撲はいい相撲だったんですよ。美ノ海がね、はい、前に出て佐田の海でも諦めずによく残りましたよね。そうですね。決まり手が突き落としたんだけど、美ノ海がすくい投げを1回行って、そこで勝負だと思って出たんだけど、ここでね突き落とし、決まり手まだアナウンスがないですかね。網打ちではないです。決まり手は突き落としを取りました。はい。昨日勝ち越しを決めて感じたことのない喜びを感じているという話をしました。で今日の対戦相手、小兵の翠富士。翠富士は6勝7敗ですから、花田さん、はい、もう今日は勝つしかないですね。そうですね。はい、勝ち越したいでしょ。勝ち越したいですね。はい、影を潜めてるということで、肩透かし出るとね調子いい場所になるんですけどね。はい、でもそれでも踏ん張ってますよ。そうですね。さあどうなるか。初対戦初顔合わせの一番です。当然肩透かしは頭にあると思います。少し動いていった、張り手を交える友風、はたき込みきた。ズバリ決まりました。得意のはたき込み。立ち合いは頭で当たってましたよね。はい、その点だとやはりこの頭で当たるということで、翠富士の当たりの角度っていうのを考えてんじゃないかな。最後ね、はい、当たっていい立ち合い角度で当たってますよ。これ当たって押し込んでいるからこそなんですよね。当たっ
で押してね、あれだけの優勝を重ねて引退しましたからね。花田さんも現役時代膝の怪我もされてる。私まあ怪我のデパートなんで百貨店かな本当に大変ですよ。でも、今ね照ノ富士1年7ヶ月ぶりの対戦、過去の対戦宇良の3対1、まず宇良がこの竜電に対してどういう立ち合い見せるか。低い立ち合い、正面からいった、下から当てられますが引き落とし、落ちない竜電、押し出しました。宇良の勝ち。右の押っつけかな、竜電良かったんですけどね、押っつけだけで回し取りに行くとかね、そこをうまくこう宇良は左からね抜いて相手の体を泳がせたって感じかな、タッチ点でいくっていう、宇良の相撲ですね、レスリングスタイルのね。そうですね、これねうまく、竜電もどうにかと思うんですけどね、大きくて下でうまく脇を締めて頭から相撲を取って195センチ、178キロ、身長差26センチ。そうだから大きい人が有利な競技なんですよ。そうですね。で無差別級でしょ。で最近やった陸上ね世界大会もあれも無差別級でしょ。やっぱり無差別級っていうのはね、こう魅力がある競技が多いですよね。そうですね。さあどんな一番になりますか。過去の対戦金峰山の3対0、時疾風この金峰山に勝ったことありません。ちょっと突っかけました時疾風です。体重は約4、ね、長さが腰の位置か。もろ手突き突き放して金峰山回っていく時疾風、いやしかしその圧力押し出しました。金峰山の勝ち。手足が長いからね、頭からいければね低く時疾風もいけるんだけど、やっぱり頭からいけない。僕らの時代で言ったらあけぼのみたいな突っ張り方する力士かな。ね、これ回しね届いたところがもうね、こう押していなすっていう相撲が多かったんですが、そうですね。レスリング経験者にこうありがちな相撲を取りましたけど、前出てほしいよね。そうですね。先場所は新小結で2桁白星へ。さあ、あと今日と明日勝つことができるかという正代、一瞬天を見合ってふっと息を吐きました。あまり見せない表情です正代。ちょっといつもと違う胸中。正代どうでしょうか。軍配返っています。手を出してきた欧勝馬、まわしを引きに行きました正代、はたいて落ちない欧勝馬、左をつけながらまわしに手がかかった右四つです。右四つ、肩越しの上手は正代、頭をつける正代、頭をつける、まわし引きつけてどうなる、残した欧勝馬、右四つです。下手は欧勝馬、上手は正代。上手の位置取り直しました正代です。いい位置に変えました。まわしを切りに行く、少し半身の体勢です欧勝馬。欧勝馬も右の下手離しません。土俵中央、動きが止まりました。向こう側の手が正代どうかというところ、頭をつけに行く欧勝馬、前回し引きつける、回し切れた。そしてレスリングのような攻防になりました。押し出し欧勝馬の勝ち。アクションいきましょうかね。お願いします。アクション解説です。入りプレーです。このシーンですね。嫌なんですよこれ、腰が重たい人って。正代もね大きいですからね、回しとったら一気に出る力士が出れないから、普通回しとったらそのまま観戦できるようになるといいなというふうに思いますが、確かに電光掲示板に押し塚にって出すのありかもしれません。分かりやすい。新しくね、それは僕考えてたんですよね。ここのところ記事になってたから、外国からのお客様も多いですしね。立って仕切り線の上に置いて相撲がスタートします。これ行司さんの発揮よいの声でスタートするわけではなくて、両力士が呼吸を合わせて立たなければいけません。
試合成立、肩すかし、明生の勝ち。物言いはつきません。踏み込んでいった熱海富士ですが、明生が最後引いて肩すかし、あるいは思いの立ち合いの仕方、ほら足出てないでしょ。そうですね。あ、大丈夫だと思ってるの、思ってるんだけど気をつけながら言ってるから足が出てないですよね。大丈夫かな大丈夫かなと、あと右向いちゃってるからね、熱海富士ね。左のこの明生の自分の左側が見えないよね。こういう気持ちって、思いっきりは踏み込めてないですか。まさか立ち合いちょっとね、重量の中に似たなんかね、そうですね、重量で上がってくるし、ましたね、はい、面白くなりますしね。ということで、この藤野川も176センチ、110は豪快な押し相撲、豪ノ山、初対戦、初顔合わせの一番です。中に入って藤野川、突き放して豪ノ山。かけてしまいました。この辺り頭からいった、下から落として豪ノ山、回り込んで左のはず、物はずだ、藤野川の思いを押し倒し、藤野川の勝ち。アクションいきましょうか、ね、お願いします。アクション解説です。リプレイです。その立ち合い、ね、右をねこういなしてね、これでこう引きつけるんですよね。回し取ってないですけどね、刺していくんですけど、うまいですよね、この動きがね。運動神経いいですよね。ちょっと豪ノ山もやっぱり調子が良くないから、立ち合いのタイミングも藤野川に両手疲れるからこうプレッシャー圧的にしてなくても相手から生意気な一力士でしょうね。そう思いますけど、見ていてやっぱもうそこで駆け引きやってるからね。さあどうなるか。2度目の対戦、先場所は初対戦で若元春勝っています。伯桜鵬は右の腕に連日テーピングが施されています。場所の途中から腰を下ろした伯桜鵬、突っかけます。呼吸が合いません。頭からいった、左が入った、左四つです。上手はどうか、切れた伯桜鵬、前に出る、寄り切りました。若元春の勝ち。ちょっと膝気にしたでしょうか、伯桜鵬。左四つに組んで、おそらく向こう側、伯桜鵬が上手引けていたと思うんですが、切って前に出た若元春。やっぱ右手が使えないでしょうね、動きが。切りてやるからなって言うけど、若元春としてはもうカチンときましたよね。怒らせない方が良かったよね。余裕あるから、やっぱり伯桜鵬、右入らないね、手力がね。王鵬現在25歳、早生まれ、2月14日バレンタインデーが誕生日ですから、学年的には26歳の学年ということになります。対する草野は今年6月25日に24歳になりました。熊本県出身の草野ですから、学年でいうと2つ違うという両力士。王鵬は今年3月春場所で関脇昇進、三役も経験しています。早く三役に戻りたいという王鵬、対する入幕2場所目、これからどんどん上を伺っていきたい草野の一番、初対戦です。左の突け、王鵬ねじ込んだもろ差し、抱えて決める王鵬です。小手投げ、押し出し、王鵬の勝ち。王鵬勝ちました、9勝目。草野、今日の勝ち越しはならず。王鵬のが1テンポ早いかな、動きがね。小手に振ったりするのが、状態は当たる。王鵬のこの押っつけも良かったですよね。
でもねここ刺すのうまいじゃないですか、はい草のね。で右を抜くんだけど抜くのも左刺すのも遅いのね。でもこれね経験しておくと追いつくから、あ、そういうの自分が遅いっていうの分かるので、王鵬としてはこういう攻め方はあんまりしない方がいいよね。本当は当たって突っ張っていく相撲がいいよね。こう振ったりするね、まあしょうがない。もう怪力と筆の太さからね、そんな感じで玉鷲も丈夫ですよね、押し相撲とはいえ、ね、玉鷲も小手投げは強烈ですからね。そうやっぱバランスが取れてるんでね、さあ時間です。過去の対戦玉鷲の2対1、先場所は大野勝が勝っていますが、ここまでの対戦成績は玉鷲の2対1です。突き放して玉鷲組んで大野勝、右の押っつけ起こしていく玉鷲、もろ差しです。大野勝中に入りました。こうなると大野勝か乗り切れるか、残した玉鷲、これに振る、残した大野勝、再びもろ差しだ、土俵際迫る大野勝、残す玉鷲、もう一回決められた、捉えた大野勝、土俵際寄り切りました。大野勝の勝ち。まあ刺してよかったですね、でも玉鷲よく残りましたよリプレイです。ね。この立ち合いが良かったかな。でも攻めたんだけどうまく大野勝も残りましたよね。ここからねどうにかこれができるっていうのはやっぱり玉鷲も重たいでしょうね。下手に出ないで左右に振りながらっていうのが大野勝、無理にねこうちゃんとこう刺すのも刺し切って、ね足が悪かった。俺ずっと阿弥錦って言っちゃうからさ阿弥錦が違うんですよね。青錦、青錦ね、昨日の阿炎もねこううまくこう避けるって、昨日貴景勝のね解説聞いてたからね、面白かったですよね。昨日貴景勝の港川親方と藤井アナウンサーのうまいよね貴景勝の。俺相撲教えてくれって言われたんだけど教える必要ないよ時間になりました。押し相撲同士、これお互い立ち合いもろ手得意なんですがどうでしょうか。もろ手突き同士になるのか。お、もろ手突きです。突っ張っていく、下から当てがえるのは一山本、引いた、落ちません。逆に押し切りました。一山本が押し込んだ格好になって押し出し、一山本の勝ち。足どこ打ったのかな。痛そうな痛そうね。顔がありましたね。一山本勝って4勝目です。まあ低く当たれたのが良かったんじゃないですかね。阿炎のねもろ手自体にできるんだってそれがねちょっとできてないですよね。これ結果的に、下からこう一山本がね突っ張んないで当てがってるんですよね。それで状態が浮いてきて前に変えるんではないですかね。よく稽古してるでしょ21問で。そうですね。こちらが高安です。昨日は若元春に勝って5勝目、昨日は左四つ得意同士で白星5勝目を挙げました。さあ時間になりました。これが10度目の対戦ということになります。突っ張っていく高安、まだ組みません。押し合いになった、いなした琴勝峰、突っ張る高安、正面に置きます。引き落とし落ちない、押し出しました。高安の勝ち。やっぱり琴勝峰としてはね刺されたくなかったんですよね。でもね押されながらの突っ張りだから効かないよね。前に出てるのは高安だから、それでよくやっぱ相手を見て落ち着いて攻めてますよね。体勢が崩れた感じですよね。高橋もそんないなしてないでしょ。どうかな。刺されたくないから突っ張るっていう琴勝峰ですね。ちょっと引く感じかな。よく見て落ち着いてましたよね。状態戻ってきたんじゃないですか高橋。で花田さん、楽しみな初対戦、これも初顔合わせということで、
大錦、四つ身でいうと右四つ、平戸海も右四つ、ただこうタイプが違うといいますか、ちょっと得意な型が違いますよね。そうですね、平戸海の立ちは分かってるから青錦としては取らせないようにしていくんじゃないかな。平戸海は左の前みつをガバッと取りに行きます。左からこう手出てくるの分かってるから、ですから画面、平戸海は向こう側で青錦の前回しを引けたい平戸海、対する青錦は頭を低く低く相手の中に入っていく相撲です。さあ初対戦です。吹き飛ばし体当たりに行きました。下からしかし青錦引き落とし、最後は回し上手を取っていましたが決まり手どうなるか。青錦勝ちました。押さえてもね、スローで見てください。足の位置が違うんですよ。足の位置が違う、平戸海揃ってるんですよ。リプレイです。当たり強いのは平戸海ですよ、常に当たりが強いって分かっている青錦、当然回し引いて相撲を取りたい力士なんですが、それを突っ張っていくということで、刺して一気に出てくるんですかね。さあ時間に勝ち越すためには負けられません。隆の勝はすでに2桁の星を挙げています。隆の勝昨日敗れました。ただ今場所連敗はないという隆の勝、どうなるか。ちょっと呼吸が合いません。張り差し狙っていきました霧島、突き放して隆の勝です。追っつける、そこを出ました隆の勝の勝ち。霧島張り差し狙いましたか。でも全然動いてないよね。一方的に攻められちゃって、やっぱりこれは苦手です。霧島が左で張って張り差し狙いに行ったんですが、当たってるんだけど踏み込みないですよね、霧島がね。隆の勝が張られたって別に落ち着いて、得意なんですかね。してるんですよ。琴桜本日より休場。したがって知らない人いっぱいいるんですよ。ということで今場内にアナウンスがありました。改めて今日横綱大の里と対戦する予定でした大関琴櫻なんですが、右膝の内側の側副靭帯損傷ということで、簡単に言えば右膝の靭帯損傷、これで休場ということになりました。大関琴櫻もね、無理して出れない、そのぐらいはあるんです。本当だったら出てくるけど、もし出てきたら終わってしまうかもしれないから、責任分かってるけども、それはもう休まないといけないですよね。終わってしまうというのは相撲人生が終わってしまうぐらいだから、出てこないと、見たいよね、お客様にね。単独先頭1敗の横綱大の里が今日対戦相手大関琴櫻休場で不戦勝13勝目ということになりました。1敗を保ったまま明日の千秋楽を迎えることが決まっています。したがって今日横綱豊昇龍が敗れた場合は3敗届かなくなりますから、横綱豊昇龍敗れると千秋楽を待たずして今日14日目大の里の優勝が決まります。今場所の終盤戦までの主役は間違いなくこの横綱豊昇龍でした。よもやの連敗、一気に崖っぷち土俵際に追い込まれた横綱豊昇龍、対する大関取りはなれなかった関脇若隆景。さあ豊昇龍優勝戦線、可能性を残して明日の15日目千秋楽迎えることができるか。14日目千秋楽の前に大一番結びの一番です。張ってさっと体開いて上手を取って上手投げ、豊昇龍勝った。生き残った崖っぷち土俵際、
また高値が敗れて今場所の負け越し。はたき込んで豊昇龍の勝ち。決まり手はたき込みを取りましたか。変化ですよね。変化でしたか。これ張って弓取式は張ってんのはあんま関係ないよね。関係ないですか。まさか変わると思わなかったから。ほら張ってないでしょ。肩に手がついてるだけで。まあ若隆景も足出てないのも足出てないから揃ってるからね。調子は良くないですよね。ついていけないからね。ということで豊昇龍は、結果的には花田さん、はい。勝って優勝へ望みはつなぎましつた。なぎました。はいけど相撲がねちょっとこう変化ってことなんでね。俺も横綱になって変化はもう捨てたからこれあれば正直言って楽に取れるからね、難しいな。